おはようございます。それでは森川から発表いたします。今回の分析の目的ですけれども、一言で言いますと、被災地での情報の発信と共有について仙台の経験から学ぶということになります。でなぜ仙台かということなんですけれども、私が仙台に住んでいるというのもあるんですが、一つは人口が100万人都市ということで人口が多いので、その分情報の流通も多いということと、あとは被害は非常に甚大ではあったんですけれども、中心部の復旧は比較的早くて、電気と通信のインフラはある程度早めに機能し始めたということで、被災地の情報流通という学びを得るには、ふさわしい場所というふうに考えております。今回分析にしましたデータはメインは Google トレンドのデータと、あとは Twitter のデータということで、Twitter に関しては位置情報付きツイートで、仙台駅から東西南北に10キロ範囲のほぼ仙台をカバーするツイートです。これは2000件ぐらいなので、機械学習とかしないと読めないということで、いろいろ読んでみております。でそれでいろいろ取り上げたいテーマはあるんですけど、ここではちょっとガソリンというキーワードで考えてみたいと思います。でこのグラフは Google トレンドのグラフでして、赤がガソリンあるいはガソリンスタンドというキーワードの検索ボリュームを表しています。でそれ以外の線は電気でありますとかガスでありますとか水道といった社会インフラ、あるいはスーパーの、検索状況ということで、ガソリンは非常に高い状態が続きました。でガソリンの情報は実際にじゃあネットで得られたのかということなんですけども、おそらく答えはノーです。でその理由の一つは、地震の影響でほとんど営業していなかったというのもありますし、そもそも営業している店舗もその店舗ごとにネットで情報を発信するということはまずなかったろうということが考えられます。でそれをもとにですね、こういったガソリンスタンドのような非常にローカルな情報は、じゃあその自治体が発信すればよかったのかということなんですが、そもそもこういったネットに情報があるということはどういうことかということを考えてみると、誰かが足でそのリアルの世界で発生した情報をネットに載せるというところまで行動しないといけないということですね。それとこういったガソリンスタンドの情報って別にその県内とか全国内でマスメディアがブロードキャストする必要もないということから、こういったそのローカルの情報、一体誰が必要としていて、それを誰が届けるのかということをちょっと考えてみるんですが、こういった被災地でのローカルな地産地消型の情報というのは、宮城県の場合は、仙台の場合は宮城県が食品スーパーとかドラッグストアとかホームセンターの情報を日々発信していました。でツイッターを読んでみると、より細かい情報がやり取りされていて、飲食店の情報、今日はここが空いていますと、これが食べられましたみたいな話がありましたし、あるいはスーパーこれだけ人が並んでいますというのを情報をやり取りしている。そういうのを見ると、じゃあ自分はそれを見て、じゃあ実際今日は並ぼうかとか、でもし明日は閉まるらしいですと言ったら、今日行かなきゃとか、こんな並んでるんだったらやめとこうとかいった、そういった意思決定ができると。でこのグラフは仙台のそのツイートの中で、ガソリン以外の営業情報の件数なんですけども、やっぱその日が経つにつれてどんどんそういった情報のやり取りの件数が増えていっているということです。これが実質最後のスライドなんですけども、こうやって見ていくと、自治体とツイッターの情報を比較してみるとですね、自治体とかマスメディアからの情報発信というのは、どこに何の情報がありますという意味での、ディレクトリーのようなサービス、ヤフーのようなサービスの、位置づけであったろうというふうに考えています。でそれが日々更新されていくと。で一方、ツイッターっていうのは、私は分析する前は、そんなにその社会インフラとして信頼できるメディアではまだなってないんじゃないかと思ったんですが、実際分析してみると、これは非常に社会インフラとして機能したメディアであるという感じを持ちました。で、物々交換のイメージでいくと、これはなんか情報交換している、情報の市場のようなものだというふうに感じています。でその信頼性とかいろいろあるんですけども、実際の世界でも物の信頼性というのは買ってみて使ってみないと分かんないというところがあると思うんですが、ツイッターの情報も実際それで情報を取って行ってみて、でもし役立ったらまたそれを発信するという形で、その地産地消型のローカルな情報がきめ細やかに共有されていたということがあると思います。ただそれをもっと機能させるためには、じゃあ一体ツイッターのハッシュタグでどういった範囲で情報をブロードキャストすればいいのかっていうのはちょっと考えていかないといけない。で今回の場合は市町村レベルがいいんじゃないかなというふうには感じています。あとはそういったタイムラインにどんどん流れているフロー型の情報をある程度最新情報をストックしておくようなストック型のサービスも実はあった方がいいかなというふうに考えているところです。というのが、なのでツイッターのデータ、こういったソーシャルメディアっていうのは使っていきましょうということです。
か？はい、お願いします。私も仙台で結構出してましたが、情報をなんかこう市場というふうなことになるためにこうちゃんとフィードバックがある、自分が出した情報が誰がどう使ったかってフィードバックがあるとうまく回ってたっていう印象があるんですが、流しっぱなしでフィードバックがないとその後それがデマっぽくなっちゃったって経験もあったので、そこら辺が今度改善できたらいいなとはやってて思ったことでございました。そうですね、やっぱりこう発信してなんかこう帰ってこないとちょっと発信するモチベーションも下がってくると思うので、できればこう発信したらそれになんかいい情報だったらちゃんとなんか良かったよというふうに返すというのは非常に大事だろうなというふうに思います。地産地消の情報っていうのは本当にユニーク、名前がユニークで重要だと思うんですね。で、短期間誰がどこで出したかっていうのがかなり信頼性がやはり高くて、場所の特定とあとはその後やはり間接情報が入ってきたり、デマではないんですけどもそれが不確かになると。でその時どうその信頼性を確定するかが非常に地産地消の場合課題かなと思います。ありがとうございました。ガソリンについてはあえて出さないこともありました。すごいパニックでした。役所がこの人には出す、この人には出せないという防災機関しか使えないために制限したという得意な例もございます。調査よりもございました。はい、ありがとうございます。